トボールってやっぱ先制点取ると強いんですよ。とにかく3点でも取ってまずはリードしてゲームを始めるっていうと心理的にも有利に働くので、そうすると、スクリプトの中で、ある程度得意なプレー散りばめていって変な勝負はせずに見せたいフォーメーションだけ見せて得意なプレーでとにかくフィールドゴールドで助けろっていう考え方もあるし、あとは相手が圧倒的に強ければもう今までの自分たちがやってきたセルフスカウトっていうんですけど、自分たちのオフェンスの傾向から見て全然相手違うことを最初に10プレーやって混乱させる、混乱してる間に点取っちゃうことも、アンダードッグのチームになったりするので、先取点取ってる時っていうのは大体ボールがちゃんと動いてるってことだと思うんですよ。最初リターンからボールもらって、この辺から始めたんだけど、結構ちゃんと出るよねみたいなことで言うと、大丈夫大丈夫、俺たち今日もボール進められんじゃんみたいな自信も生まれてくるし、コーチとしても大丈夫、今日のプレー悪くないっていうポジティブに取れるし、サイドラインとしてもやっぱりリードしてると比較的選手って思いっきり動けたりするんですよね。でミスがあったりしてリードを許してるとやっぱりなかなかミスできないよねみたいなことがあるので、プレーとしてはこじんまりしていくっていうこともあるので、やっぱりリードしてるっていうのはすごく有利だと思います。全部合わせるとやっぱり100プレー前後は少なくともあるんじゃないですかね。本当に少ないチームだと30プレーぐらいだったりします。でも良し悪しもあって、やっぱり少ないプレーでいくとプレーの完成度が上がるんですよ、同じ練習時間で。そうするとコーチの考え方は、僕はどっちかというとそっちの方なんですけど、なるべく少ないプレーで完成度を上げて試合した方が、結局いいプレーって1試合で3回も4回も使ったりするんですよ。であればその3回も4回も使うプレーをとにかく練習しようと、しっかり回数で、とにかくその100プレーヤーよりも50プレーで完成度が高い方がやっぱ試合ではその効果を発揮しやすいので、ただあんまりにも少ないとそれを止めに来るので、傾向が出やすくなるので、だからそこのバランスの差じゃないですかね。一人能力が高い選手と、ある程度こいつにボール集めていくから、その都度親と試合でいいしがあるんですけど、11人が11人、いやうち悪くないんだけどそんな能力高くないんだよねっていうチームだったりすると、間違いがなくてやり慣れてるプレーで能力を自分たち発揮しやすい、これを持ってるチームが強いですよ。そうすると自分たちのプレーに不安要素が減るので、本当集中しやすくなるんですね。